皆さんおはようございます。現在6時40分です。日課の筋トレをしながらお送りしておりますけど、だいぶ日が昇る時間が早くなってきましたね。6時40分で結構明るいです。今日はですね、前回ちょっとウニがあんまりいなかったんで、もう少しちょっとウニの方へ、通常この桁では行かないような方へちょっと行ってみたいと思いますね。砂地はあんまり桁ではみんな行かないんで、前回行ったとこもですね、あんまりみんなが行かないところでウニたくさんいるはずなんですけど、寒さでウニが引っ込んでたみたいなんで、ちょっとさらに前回よりさらに東側へもっと行ってみたいと思います。今日はそしてなんとかウニ丼を作りたい。作れるかな、作れるかもしれない。とにかく厳しい時で量があまりありませんけど、今日も皆さん頑張って働きましょう。小川に行ってないことを祈りつつあげましたけど、ちょっと向こうの網が行っちゃってるかな。ギリギリを通したつもりだったんですけどね、まあ怒りの後かもしれませんけど、小川に行ってなければいいですが。では1番目です。早速ゴミ、小川の際を通したつもりだったんですが、ちょっとだ、怒りの後ですね、これ。怒りの後で、うわー、なんかいらんもんが、なんだこれ。カニがいましたけど、これはちょっと小さいな。15ないですよ、残念ながら。やっぱここぐらいじゃウニないですね。もうちょっと行かないと。だいぶ神の方なんですけど、怒りの後か。それも豆だ。怒りの後も、怒りの後とか言ったらもう何も入らんすよね。もう小川とか怒りの後とか、とにかく泥をすくったらもう何も入らないですね。1番目が一番いいんですけど、いつでももう夜中中遊ばしてますからね、一応海を。1番目がこれだとちょっと思いやられるな、今日は。もう2番目に期待しましょう。泥まみれだったからもう何も入ってないかと思ってたんですけど、ちょっと拾い出したらイイダコがやっぱりちょっとイイダコ狙いで一応来たんですけど、イイダコは結構いるんで、ちょっとそんなに悪くはなかったかもしれませんね。もうおらんかな、もうおらんかな、イイダコ。これ意外にね、2月になったらいいよ、これも卵を持ちますんで、ペイカがもうすごい値段ですね。もう何もかもコロナのおかげでやっぱりまた安くなってますけど、今んとこコロナに負けずに高値をキープしてくれてるのはイイダコとペイカですね。まあこれだけイイダコったらまあいいかも、1番で。あとは赤ゲタとマシバエビですね。ダメだ、また2番目も怒りの後行っちゃいました。泥まみれ、また泥まみれ、もう嫌になる。大きいイイダコ。泥まみれの方は何もいない。厳しい。この中からイイダコが出てくることを祈りながら寄りましょうかね。前回あんまりちょっとあっという間にウニが、前々回か、あっという間に溜まる予定だったんで、ちょっと拍子抜けでやめてしまいましたが、今日はもうあっという間に溜まらないことが分かってますんで、大きいのがいたらウニ拾っていきたいと思います。じゃんじゃん溜めていきましょう、ウニを。オカメちゃんは多分食べれんでしょうね。ウニはね、中いるんですよね。美味しいことはないけどまずいこともない。おお、でかいベイカー。これがめっちゃいい相場ですね。今ここ入ってますからね。イイダコとベイカーは奮闘してくれてますね。おお、シイダコ。また甘手が。1番目にもいましたね。2番続けて余ってる。大きいのちょっとしか集まりません。でもちょっとずつ集めていきたいと思います。ちなみに魚はいつも通りこんな感じで、エビラがいますね。今の時期は刺身美味しいです、めちゃくちゃ。ただまあ干すのがメインですね。干してみんな食べてます、焼いて。去年はもうエビラ暑さに弱いんで夏暑かったんで全く見えませんでしたけど、今年は少ないで
見えてます。さらっと軽く焦げて、おお、また待て。そんなに硬い方でもないのに3番連続余って、向こうからこっち来てるんでしょうね。次の網も余って、なんと4番連続、珍しい。なんか硬い方からこっち寄ってきてるんでしょうね、これは。ずーっとこんなとこいなかったですけどね、ここでだらけだったんですけど、ここでは見えなくなり、山手が一つずつ見えてます。なのでウニが多いであろうところ、もうだいぶ溜まってはいるんですけど、最後とどめの一発でちょっとウニが多いところへ行ってみたいと思います。多分多いと思うんですがとしか言えません。なぜこの間多いと思ったところも少なかったんで、前回海自体をさらに東へ行かなかったのはですね、ちょっと理由がありまして、小川が怖いからです。なのでちょっと小川が怖いですが、ドキドキしながらちょっと漕いでみたいと思います。網をつけました。これであとは小川を引かないことを祈るのみです。応援だー。いや、やっぱり小川ですね。やってもうた。2分で上げたんですけど、2分で上げてもやってしまいました。やべえ、もう馬力全開で、少しでも泥を抜きましょう。ちょっとこれは上がらんかも。2分ですよ、2分で。ただもうなってしまったものは仕方がございませんので、板でもこしらえながら泥を抜きましょう。上がるまでだいたい30分以上かかりそうですね。とりあえず片網ずつ上げれるようにしてるんで、片網ずつ上げてみたいと思います。ホスもしくはから揚げて食べます。おかずだいぶ泥は抜けましたけど、まだ上がるような状態ではなさそうです。とにかく水面までだけでも上がってくれればね、あとはもう最終的に鎌で切るっていう手がありますんで、もうそれになるかもしれません。できれば切りたくないですけどね。このようにしゃくって巻いて、ちょっとずつ泥を抜いていきます。あちら側の方がちょっともうこっちよりはマシっぽいんで、あっちから先に上げてみましょうか。一応1個ずつ上げれるようにしてあるんで。さて上がるのかどうか、よいしょ、巻いてみましょう。ただこれ櫓とかにも効きますからね。上がったとしても船全体に応えるんで、どっか壊れますよね。上がるか。ちょっとここで一旦見に行きましょう。うわー、厳しい。こう道具にかかってくれたらしたらもっと厳しくなる。なんとかでもなんか上がりそうな気がしなくもないですね。とりあえず片網を破らずに済みました。こんな2分しかこいでない。何も入ってないでしょうね。
もう撮影する意味もないと思いますけど、うわ、これはもうロープが効いてロープが取れない。うわ、ロープが効いてもうダメだな。なんとか取り込めそうなとこまで持ってきましたけど、何してんだこりゃ、意味わからん。2分でこれ、この調子でもう片網も取り込みたいと思います。問題はこっちですね。こっちの方がもっこり具合がすごいんで。でも2分で一応上げてみてよかったです、本当に。でもやっぱり片網がなくなると船速がめっちゃ速くなるんで、泥がめちゃくちゃ抜けてくれますね。なんか上がりそうです。こっちよりも少ない感じになりました。上がって、あー、怖い。上がらんか。やっぱりこっちの方がきついか。ちょっとやばいな。上がらんかな。もうちょっと泥抜いてみましょう。あんまりしゃくってたらここの枠が曲がっちゃうんですよね。だからちょっともういい加減には上がってもらいたい。怖いですけど、これで5回目の挑戦です。上がってちょうだい。怖い。ガチャガチャ言うか。お、上がるか。上がる。ここまでか。おわー、もうちょっと上がらんと無理。でももうこのまま捨てるか。このままもう取り込まずに捨てましょう。ロープ届くんで、このままもう取り込まずに海の中へ。いけた、いけました。よかった。まあ取り込む意味はないんで。うわー、網洗わないといけませんね。ちょっと網を洗って出直します。でもよかった、上がってよかった。いや、もう上がらんかと思った。ほんと2分で上げてみてよかった。危ねえ、マジで危ねえ。もうウニを一気にはかどらせようとか思わず、ちみちみ拾っていきたいと思います。なんとかウニ丼を作りたい。小川だらけ。まだ網を洗った後の小川です。おお、待って、もう結果ここでもやん。こういったもう終わっちゃいましたけど、じゃあイイダコですね。イイダコパッカ。結果もうちみちみ大きいのを選んで拾っていきたいと思います。ウニはなんとしても食べたいウニ丼。ウニ思いすぎて赤ゲタと芝居ぐらいしか取ってません。でもイイダコがちょっとおるか。ヒラメコ。赤色、死ぬかと思った。ベタでイイダコのおまけ付き。しかもまさかのケタでタイ。初めてかも。マンガンでタイトルで初めてです。綺麗。なんと珍しい。よう入ったな。そもそも通してる場所が違うんで、いるところと。タイがいるようなレンジを通ってないんで、ケタは。チンコギもですけど。よう入ったのは多分巻いてる時か、ワイヤー伸びてる時でしょうね。映像的にゲタと芝エビだけだとイイダコだけだったんで、映像的にいいものが取れました。やった、食べようかな。やっぱり売ろう。タイ誰も取ってこない時なんで、ちょっとはいいかもしれませんね。よいしょ。ゲタ少ないと思ったらおこぜがいたり。でかっ。タ
回で取れ高十分ですけど、こっちの身も一応移しておきましょうか。で、ゴミ、おお、いやしかしゲットすごっ。耳かも実は相場がいいですよね。片網タイしか入ってなかったんで、ゲタおらんと思ったらこっちの網ゲタだらけだったですね。結構落ちてきました。こっちにもここにも。しかしこれでしょう。映像的にいいんじゃないですかこれ。いや追ってくれた。なんかこう動画映えするもんがいてくれてよかったです。よいしょよいしょ。ほんでちょっとタイに気を取られて全然気づかんかったですけど、ここウニ多いな。全然こことか行かんでよかったやん。ウニ一気にはかどりそうです。なんかうわ、小川食らわす必要なかった。アホやん。ここでアホ茶がを入れたいと思います。次は黒色のタイ。次は黒色の方でした。死ぬの方がやっぱり頭が小さいですね。タイの方が頭がでかいですね、やっぱり。血は泥まみれです。おお、でも赤ゲタすごいな。しかもでかいのがいるじゃないですか。だって帰るか。帰りましょう。ウニもなんとか一つ針玉取れましたよ。しかもずっしり作れると思います、多分。まあ中身空だったりしてね。そして明日の昼ご飯はこちら。またーと言いたいんですが、これではありません。ちゃん、これやと思った。うん、明日の昼ご飯はこちら。こちら、あと何年か前に一遍ウニ持って帰ってってよ食べるって。何年か越しに約束果たせました。食べれるん？分からん。でも食べれる。食用には向いてないと書いてあった。向いてない。でも食べれる。食べてる。割ってみようぜ、はい。明日これをちみちみ開けにはいけんのがちょっと大変です。おらんやん。ゼロ。これで持ったんだよ。12月には。あ、ちびっと。これじゃどうもならんか。まあでも、かき集めれば。やるだけやってみようか。ウニ丼食べてみましょう。ウニ丼になるかしらん、これで。こんなにおるけど。ムキムキタイム。パカ。割れねえ。いきますよ。はい。たくさん入っとるかな。どうでしょう。全然からー。でもこちらをご覧ください。一応入ってるのもいます。本当だ。これが食べれそう。これなんかいっぱいあるね。ほんまだ。はい、ほじほじしてください。はい。よいしょ。形は丸くても中身は人手状態。きれいに取れました。人手の形です。なんで五角形なんですかね。なんか自然の法則から言うと六角形になる気がしなくもないです。終了。これに、はい、こちら。ウニ。頑張ってムキムキしました。大さじ何杯いきましょう。お任せでお願いいたします。はい、では。はい。1杯、2杯、3杯、4杯。なんという。おまけの、じゃあ全部いきます。全部。何結杯？局全部かい。6杯、7杯、8杯。 8杯ぐらい。よいしょ。はい、来ました。うわー、プリプリのウニ頑張ってむきましたよ。さあではこれにもうそのまま醤油ぶっかけます。よりしま醤油です。今日もよりしまの甘口醤油にわさび大好きたっぷり派。今日普通のわさびしか。今日は普通のわさびですが、ゆじポンゲがついてます。よいしょ。できました。ちょっとこちらを食べる前に、静岡浜松篠原新玉ねぎ視聴者さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらをちょっと試食してみたいと思います。こっちも
やっぱり醤油でいきますか。醤油とわさびです。青じそにしようかな。青じそどっちでもいいけど。でもやっぱり味をわからんって聞いて、わさびか。こちらは醤油ちょろっと。ちょっと玉ねぎの味を味わいたいんで醤油ちょろっと。はい。ちょろっと、もうほんとちょろっとでしょ。なんか静岡の方ではブランド品で有名な玉ねぎらしいです。いただきます。玉ねぎの味を知りたい。どうですか。シャキシャキうまいし、この盛り合わせがうまい。あなた美味しかった。美味しい。この盛り合わせが美味しい。普通にお店で出せれる。これはいただきます。わさびがまた合うな。これわさびが合う。鼻にきた。わさびつけすぎ。ではメインに行きたいと思います。アホ。いやちょっとわさび今のつけすぎたんじゃねえかなと思った。玉ねぎの味はこうわからんばがこれやった。待ってん。テイク2で。じゃあ本番に行きたいと思います。ではどんな味なんだろう。山椒に食用には向いてないとがっつり書かれてありましたけど、食べれるんやろ。食べれるよね。うわこれ無言。ちょっとウニだけいってみる。もう一回。やっぱりバフンウニとか紫ウニに比べると味がもう全然薄い。薄い。ウニ感はもうウニのこと思ったら、もうウニの香りとかウニ感は全くしない。あれと比べると。ただこれ美味しくないかって言われたら美味しくないことはない。ただちょっとウニだけでは厳しい。醤油とかわさびがないと厳しいかもしれない。ウニ大好きお母さん言ってみてください。はい。ちなみにゆうじぽんママはウニが大好きです。ではいただきます。お、贅沢か。でもこの贅沢さ。贅沢は贅沢だけどな。うまい。でもなんか美味しい。もともとゆうじぽんママはウニが大好きです。ウニとコチとやな。ウニとコチ大好き。大好き。うまい。うまい。うまいが出る？うまいけど、なんかウニ味じゃなくて。ウニ味じゃないよな。ウニ味ではない。卵かけご飯のような。あ、卵だな。こっち。海の味というよりはなんというか。卵かけご飯に近い。とろっとした感じ。卵かけご飯よ。黄身のようなとろっとした。匂いとかは全然ない。匂いな。さっき取ったばっかりだけどな。さっき剥いたばっかりなんで匂いはないですけど、まあ俺はうまいまではいかんな。これはちょっと美味しくはない。ただ美味しくはないけどまずいかと言われたらまずくもない。食べれるっていう感じ。玉ねぎと一緒に食べたら美味しいんじゃない？玉ねぎ美味しいか。玉ねぎと鰹節とネギがあったら美味しい。これかけたら美味しいんじゃない？普通に絶対美味しいと思う。それは絶対美味しいわ。これかけた方が美味しいわ。だってウニほとんどウニの味ないもんな。玉ねぎはこれ玉ねぎの味しよるやん。いきます。これなら美味しいよ。どうですか？ウニだけよりははるかに美味しい。味がある今度は。こっちの方が美味しい。かけた方が美味しいな、あれは。いただきます。どっちが美味しい？こっちの方。こっちの方が美味しいな。ウニ単体にあまりにも味が薄すぎる。でもうまい。玉ねぎ美味しいけん。ウニ自体に味付けをしてウニ丼にしたら美味しいかもな。なんかかなり甘口醤油、まあよりしま醤油でいいけども、醤油をだいぶたっぷりかければ。ウニのパスタとかな。ウニのパスタな。こんな味付けになるもんな、一人でに。ということで山椒ウニは味薄めでした。玉ねぎは美味しめで美味しいです。
玉ねぎは美味しかったです。はい。ウニは味薄めでした。